日は、こちらの商品の紹介をしようと思います。はい、オンラインのサロンのメンバーの皆さんはご存知だと思うんですけど、ブリチオペーパーを最近、作ったというか、制作に携わらせてもらいました。なので今日はそれの使い方と、あと使ってる感触だったりとか、そういった点で紹介できればなと思います。よろしくお願いします。はい、こちらが商品になります。こういう、感じですね。パーマ用ペーパーと、似てるパッケージデザインだと思います。で、1枚取り出すとこういうちょっと動画だと、アルミとペーパーの間ぐらいの質感が近いですかね、イメージ的に。結構パリパリしてて取れない、切れにくいです。で、縦と横の幅も、こちらが、広めなんですけど、従来のパーマ用ペーパーよりもどっちもこう、なんていうんですかね、あんまり差がないように作られてます。なので、縦だったり横だったりの差がそこまでない状態で、人の頭を塗布できるっていうものになります。今日使うのはこちらのウィッグになります。ちょっと表面がこんな感じですけど、ちょっと分かりやすいように、リタッチ幅も、作っています。どういう状態かというと、ここの一番上の部分はだいたいここが10センチ近く黒い幅が伸びてまして、内側は、4センチ程度、ブラウン、黒ですね、新生毛部分が伸びてるっていう紙になります。なので短い部分と長い部分で、ペーパーを今日は使って、こちらのペーパーを使ってブリーチをします。それのプロセスっていうのを見せようと思います。今回は下から、上にかけて塗っていくプロセスで塗っていきます。だいたいここのスライスは、3ミリから5ミリのスライスになっています。で、実際に塗っていきます。で、最初にハケで、このぐらいブリーチ剤を取って中間の部分です。新鮮毛の中間、ちょっと段差あるのでそこだけ塗りますね。で、ここのディバイディングラインのところまで塗布します。そしたら根元の方を動かすように、塗ります。で、これはもちろんブリーチ剤によっていろいろなんですけど、今回使うブリーチ剤に関してはこのぐらい塗ってあれば根元の方までたどり着くブリーチ剤と。で、その後に裏面を塗ります。表裏面も同じように塗ります。ハケを逆にこっち側をブリーチ剤をつけて、そしたらここからがポイントで、まずこのペーパーを下につけます。で、この時にだいたいここの幅とここの幅がだいたい近いですよね。近い部分を使ってあげます。で、例えば後ろまだ塗ってないので、後ろの方をなるべく塗りやすいようにペーパーがあまり後ろにオーバーラップしないようにしましょう。で、下ろします。そうするとここの部分がペーパーが乗ってきてる部分が塗りやすい状態になりますので、ホイールが乗ってるような状態、そこを塗ってあげます。で、ディバイディングラインに関してはこのタイミングで交互にしてあげます。ここですね。はい。で、ペーパーをもう一度重ねます。これを繰り返していきます。で、2線目。今回はスライスは下に合わせてるんでちょっと前下がりになってます。でも基本的には、水平ラインで大丈夫です。で、塗り漏れしやすい場所でいうとこういう場所ですね。ここのフロントサイドの本当に際、こういうところって意外とこの辺りが塗り漏れしやすいので、なるべく体をこっちに持ってって、塗ってあげましょう。
これになってくると塗布幅自体も結構広めですね。僕が推奨しているブリーチでいうとこのぐらいになるとホイールブリーチのカテゴリーになるんですけど、新しいペーパーの場合だとホイールの役目も果たしてくれるので、こういった場合はまず、塗布は全部一緒でいいんですけど、根元にコットンを挟んであげましょう。ここでさらに挟んだ上に次のゾーンから、ペーパーを貼っていく。こういう感じですね。挟んで折り曲げてペーパーを挟む。でここの部分をコンをしてあげる。そうやってやってあげると何がいいかというと熱が分散されますね。あとは鉢回りとかトップの部分は結構塗りやすい。ありがとう。ちょっと厚く取りすぎたなと思ったら一回分けちゃいましょう。はい、これでできましたと。後ろは内田さんに塗ってもらいます。塗布後ラップをします。ちょっと今日半島なんですけど、根元の方を中心にラッピングをしっかりしましょう。では自然で今35分時間をきました。外していきます。ペーパー外すとこんな感じですね。切れないですね。はい、コットンを挟んでるとこも根元がついてないですね。こうビタで染まってると思います。ビタ切れないし取りやすい。やり方によってはこうもう横にピッと外してもらっても全然大丈夫ですよ。こういう感じですね。ペーパーを外すときは同時に掴んで外しても外れますからね。こういう感じですね。はい、ではこれでシャンプーしようと思います。はい、今日はペーパーテックを使ったペーパーブリーチを紹介させてもらいました。ポイントになるのが以前もアップしたコンテンツにも出てるんですけども、ペーパーブリーチの目的としてもう一度おさらいなんですけど、均等に明るくするとオーバーラップさせないとダメージですっていうこの3つを目標にして、このブリーチを考えました。もともとは
パーマ用のペーパーを使ってたんですけど、やっぱちょっと使いにくいっていうことで、ペーパーテックの、開発を一緒にやらせてもらったんですけども、そうやって、やってあげると、均等に明るくなって、オーバーラップ、ディバイディングライン部分、含めてオーバーラップさせない、あと最後に、ダメージレス、それによってダメージレスになるということですね。なので、そういうのをこう目標にした一つの、ツールであるのは間違いないと思いますので、使ってみてください。じゃあ本日もご視聴ありがとうございました。いってらっしゃい。